焼き上がりました。パチパチって音が聞こえます。こんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日はハード食パンを作ります。強力粉と薄力粉の割合を7対3にしてモルトパウダーを使うことで思い描いていた通りのリーンな食パンが完成しました。そのままでも美味しいけどトーストするともっと美味しい。ぜひ試してみてください。では生地作りから始めましょう。材料はこちらです。強力粉、薄力粉、モルトパウダー、塩、ドライイースト、無塩バター、40度くらいのぬるま湯、そして30度くらいのぬるま湯です。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵から始めます。40度ぐらいのぬるま湯に分量外の砂糖を1つまみ、溶かしたらイーストを振り入れます。このようにイーストに水分を行き渡らせてからマドラーを使うとマドラーにイーストがくっつきません。ほら、くっつかない。このまま室温に10分ぐらい放置してブクブク泡が立ってくるまで待ちます。次に粉類を合わせます。強力粉の中に薄力粉、塩、そしてモルトパウダーを入れます。このモルトパウダーなんですけど、なくてもできるんですが、入れるとよく膨らんでカリッとした軽い生地になるということで、今回初めてモルトパウダーを使ってみました。焼き上がりの色づきも良くなるということです。で、モルトパウダーがない場合は砂糖で代用できます。砂糖の場合は 5g 入れるようにしてください。濡れ布巾を敷くのを忘れてしまいました。空気を含ませるように軽く混ぜ合わせておきます。はい、今5、6分経ったところなんですけど、ご覧のようにイーストがもうブックブクです。もうこのくらい泡立てば別に10分待たなくても大丈夫。で、回転させながらジャッとボウルに移します。そしたらきれいで、30度くらいのぬるま湯。これはね、冷蔵庫から出したものなので少し温めて30度ぐらいにしましたが、室温が高い時は常温のお水で大丈夫です。そして先ほど合わせた粉類を半分くらい入れます。いつも言ってるんですが、大体の量で大丈夫です。そして混ぜます。ガーッと混ぜて粉が見えなくなってドロッとしたらこれで OK です。蓋をしてこのまま10分室温に置いておきます。ちなみに本日の室温は28度です。はい、10分経ちました。ではこの中に無塩バターを加えます。無塩バターはね、電子レンジで柔らかくしておきました。軽くバターを溶かします。そうしたら残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。はい、全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。ハムスター混ぜはこのように容器を立てて上から手で押さえて向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。この時ヘラの下の方を持つようにしてください。下の方を持った方が混ぜやすいし、上の方持っちゃうとね、ヘラにこの負荷がかかって早くダメになっちゃう。今日はね、パンチ1回だけなんですよ。だからハムスター混ぜをいつもよりちょっとだけ念入りにやってください。ちょっとだけ念入りにって言ってもまあ 1、2分ぐらいです。はい、このくらいでいいかな。そしたらボウルの周りをきれいにします。そしたら蓋をしてここからは30分置いておきます。エアコンの効いていないお部屋が30度ぐらいあるので、今日はそこに置いておきたいと思います。
ってきます。はい、30分経ちました。ほら、結構大きくなったでしょ。だいたい 1.5 倍ぐらいになってると思います。今日はパンチ1回です。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませて、今日の生地はちょっと柔らかめです。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。伸ばして折りたたむ、伸ばして折りたたむ。そしたらこのように何回か叩いて表面を整えます。表面が張って綺麗な状態ですね。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで、また温かいところで一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。もう蓋までいっぱいいっぱいに発酵しました。これね、だいたい35分くらいだったと思います。では台の上に移します。はい、軽くガスを抜きます。今日はね、なんか薄力粉が多いので、ちょっとなんかだれた感じの生地になります。はい、こんな感じでまとめたら重さを測ります。 428g では3分割します。1つ 142g ぐらいに重さを揃えたいと思います。はい、重さを揃えました。今日はね、ベンチタイムを取りません。このまま成形しちゃいます。ガスを抜いて、抜きすぎないように気をつけてください。もう優しく優しく。それで中央に集める感じで、こんな風にしたら下へ下へ送るように。ベタつくときは打ち粉を使ってください。そこをしっかり閉じて、はい、これで OK。 はい、これは一斤型です。内側に薄く油を塗ってあります。こんな感じでね、順番に詰めていきます。霧吹きで表面を湿らせます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で40分ぐらいから様子を見ます。ちょうどね、この生地が肩の高さになるくらいまで発酵させようと思います。今日は濡れた布巾をかぶせますが、乾いた布巾でもどちらでも大丈夫です。30分経ったところで出してきました。ちょうど肩の高さぐらいまで発酵していますね。それでオーブンは210度に予熱をスタートさせています。私のオーブンは210度になるのに 7,8 分くらいかかるんですが、もっと時間のかかるオーブンの場合は、この高さが9割ぐらいで、外に出して、それで室温発酵に切り替えるようにしてください。で、ちょっとだけ霧吹きで表面を湿らせて、また布巾をかぶせて、オーブンの予熱が完了するまで待機です。はい、どうかな。だいたいね、10分ぐらい経ちましたね。予熱が完了した後もこのまま室温に置いて発酵させて、今このくらいです。1センチちょっとぐらい出たくらいかな。見えるかしら。先ほど言い忘れちゃったんですけど、天板も一緒に予熱するようにしてください。210度で27分ぐらいを目安に焼いていきます。焼く直前に霧吹きをたっぷり吹きかけます。一応27分目安ね。スタート。はい、焼き上がりました。パチパチって音が聞こえます。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。